はい、どうも藤井です。続けてブランキー・ジェット・シティのアルバムを紹介していきます。今回はサードアルバム CB ジムを紹介します。1992年1月にセカンドアルバムバンをリリースした後、2月にライブビデオドッグフード、9月にライブアルバムライブをリリースしています。そして92年11月にシングル悪い人たちを発表するのですが、歌詞に問題があるとされ、所属していた東芝 EMI ではなくインディーズレーベルからのリリースになりました。そして1993年2月にサードアルバム CB ジムがリリースされます。前作に続き土屋正美さんのプロデュース。アマチュア時代からの曲は前作まででほとんどレコーディングしたため、ほぼ全て新しく書かれた曲中心のアルバムになりました。92年8月からリズム取りが開始され、楽器の録音はスムーズに進んだようですが、浅井さんは歌詞の面で煮詰まってしまったようで、間を置いて10月から当時土屋さんが本拠地にしていたロンドンでボーカル取りを行ったそうです。悪い人たちの件もあり難産だったアルバムかもしれませんが、ライブでの定番曲、代表曲を多く収録したアルバムになりました。では CB ジム1曲ずつ聴いていきましょう。1曲目、パンキーバットヒップ。ロカビリー色の強いガレージロックに乗せ、新しい国ができた人口わずか15人、全員センスのない単車乗りばかりが揃っているという歌詞で始まる、架空の国での、アウトロー的世界観を前面に出した曲。セカンドのシリアスで繊細な雰囲気よりももっとはちゃめちゃな感じで、ライブで最も盛り上がる曲の一つです。2曲目、レッドラム夢見るベルボーイ。これはもろネオロカビリー、ストレイキャッツなどの影響が色濃く出ている曲です。ブランキーはもともとロカビリー色の強いバンドだったんですけど、ここまでそれっぽい曲は案外珍しかったりします。タイトルのレッドラムは映画シャイニングからでしょうか。3曲目、 DIJ のピストル。ギターのフィードバックとレッド・ツェッペリンのようなドラムから始まるハードなロックンロール。パンキーバッドヒップと同じくはちゃめちゃな世界観で、ライブで最高に盛り上がる曲です。最後のブレイクのところ CD では浅井さんがシャウトしていますが、ライブでは照井さんがシャウト。これを生で聞いた時にはもう背筋に電流が走ったようにしびれました。個人的にはブランキーのテーマ曲のように思っています。4曲目、死神のサングラス。ブリブリに歪んだベースのリフからのブレイクで、いいだろう俺のこのサングラスというセリフがインパクト大です。人によってはダサーと思うかもしれませんが、むしろもう何週間もあってかっこいいなって思います。照井さんによる作曲で、ベースがリードする A メロは渋く、サビではローリングストーンズを彷彿とさせるロックンロールナンバーです。5曲目、12月。こちらも照井さんの作曲で、ベースのリフがとても印象的です。どこかネオサイケを彷彿とさせるダークな印象の曲。歌詞はもう一人の自分が俯瞰で実際の自分を見ているような、または浅井さんの内面に深く入っていくような、そんな印象です。6曲目、ロボット。アコースティックギターから始まるフォークからの影響を感じさせる曲です。しかしバックの演奏はメロトロンなんかも入ってきて、プログレッシブでドラマチックです。7曲目、ライラック。こちらもアコギから始まる曲ですが、ロカビリー色の強い軽快な曲です。浅井さんはライラックが実際にはどんな花か知らずにこの歌詞を書いたそうで、多分赤くて5センチくらいの冬に咲く花と歌っています。実際には紫か白の春に咲く花だそうで、全然違ってるんですけど、それをタイトルにするのがなんていうかすごくて、子供の頃になんとなくしか知らない意味を分かってない言葉を知ったかぶって使っている感じというか、少年の感じているなんか万能感とちょっとした不安みたいなものをこう思い起こさせるんですよね。8曲目、バニラ。ドラムの達也さん作曲の曲です。デモの段階ではカリプソの曲だったそうで、しかし出来上がったのはスローで陰鬱な雰囲気の曲。歌詞もエロチックで大敗的。分
若い時は正直飛ばして聴いていたんですが、今は結構かなり好きな曲です。9曲目、車泥棒。一転してアグレッシブなロックナンバー、ゴツゴツしたリフに乗せて歌われる歌詞がとても印象深く、宇宙の形は母親が子供を抱きしめた時の気持ちに似ているんだろうとか、子供の時によく飛び降りたブロック塀が壊された時の気持ちでといった表現が、なぜか胸に突き刺さるようで、好きです。その上で俺は車泥棒、腕は一流さと悪ぶるのも、ブランキー、浅井さんだからこそのかっこよさだと思います。個人的にはこのアルバムで1、2を争うほど好きな曲です。10曲目、アイスキャンディー。ファーストアルバムの僕の心を取り戻すためにも通じるかなりテンポの速い曲です。故障した車の中でアイスキャンディーが食べたいとか言ってるだけの曲なんですけど、めちゃめちゃかっこいい曲です。11曲目、3104丁目のダンスホールに足を向けろ。ファンキーでダンサブルな演奏に乗ってほとんどラップかというぐらいに言葉数の多い歌詞が歌われます。その内容はまさにカオスとしか言いようのない内容で、出だしの歌詞のように、このままいったら頭がおかしくなりそうって感じですね。これもライブで盛り上がる定番曲になっていました。12曲目、悪い人たち。こちらは問題になった歌詞の一部を削除して収録されました。その削除された歌詞というのは、麻薬もやりたい放題の麻薬の部分。正直そこを削除すればリリースできるという基準が下せないですね。この悪い人たちという曲は照井さんの作曲のバラード曲で、美しいアコギのアルペジオから始まります。照井さんはデビッド・ボーイの5 Years に影響を受けたと言っていますね。そこで歌われる浅井さんの歌詞は、人類の戦争、侵略、その後に訪れる発展と、堕落、すさんでいく人々を描きます。そして最後はこれから生まれてくる子供に希望を託すような表現で終わります。アメリカの歴史になぞらえているようですが、多分もっと普遍的なことを表現しようとしていると思います。9分という長尺で、後半はメロディーも無視して言葉を投げかけてくる強いメッセージ性を含んだこの曲は、90年代当時の日本の音楽シーンの中では、非常に異質な存在でした。で、自分が解せないのは、曲全体が社会の成り立ちに関して疑問を投げかけているような内容なのに、麻薬という一言を省けば問題ないと判断されたこと。でもこれ、歌詞カードには麻薬って載ってるんですよね。何なんでしょうね、これ。何にせよ自分はこの悪い人たちを聴いたとき、強い衝撃を受けたし、すごく特別な曲だと思っています。それだけに歌が不自然に編集されていることがなんか残念なんですよね。はい、以上12曲でした。自分はこの時もうブランキーの大ファンになっていたので、このアルバムを確か発売日に買ったと思います。しかし前作バンが自分の中ではすごい作品だったので、これを聞くまではちょっと不安があったんですね。もうバン以上の作品なんて正直できないだろうと思っていました。しかし1曲目パンキーバッドヒップを聞いて、もうそういう不安も吹き飛びましたね。全体的にはバンにあったちょっと内省的な雰囲気よりもちょっと暴力的なアウトロー感を強く感じますね。それはやはり彼らの代表曲となったパンキーバッドヒップ DIJ のピストルによるところが大きいかもしれません。自分はブランキーのライブを確か3回見れたのですが、毎回この2曲が始まった時、自分の気持ちの盛り上がり方、周りのお客さんの盛り上がり方、それがものすごくやばかったのが心に刻まれています。そうしたリアルな思い出と悪い人たちという曲の存在から、この CB ジムがブランキーで一番好きなアルバムだと思うことが多いんですけど、バンの方が良い曲が多いなと思うことも多いし、それを言うと、スカンクもこうつけがたい、正直この3枚はどれが一番でも構わない同率1位みたいな感じなんですが、あえて1番を決めるとなると、やっぱり CB ジムかなっていう感じです。はい、というわけで今
今回はブランキー・ジェット・シティのサードアルバム CB ジムを紹介しました。ご視聴ありがとうございました。